ハローエブリワン、ようこそ。山岸豊です。今日はこちらのフィアット1100スポーツコーリーを紹介したいと思います。フィアット1100スポーツコーリーバルケッタに乗っています。この車は1948年に作られたスポーツバルケッタ、いわゆるレーシングカーです。ミラノにあったカロッツェリアコーリーでこの流線形の美しいエアロダイナミクスに優れたボディが作られて、そしてスポーツレーシングドライブが可能になるようにシャシーをこの字型に溶接し直して、シャシー合成が相当上がっている、そんな作りになっています。今日はね、トスカーナの峠道に来てるんですけれど、とてもねツイスティーなワインディングに持ってきたんで、このフィアット1100スポーツコーリーとは2021年のミレミリアから挑戦を始めて、2021年はエンジントラブルでリタイア、2022年はコロナの影響でお休みだったんですけど、2023年再び挑戦したんですが、今度はねドライブシャフトが折れたり、それからラジエーターのキャップが壊れたり、いろんなねトラブルに見舞われて、そして2024年各部をねしっかりと見直してメンテナンスをして再挑戦をしたんですけれど、残念ながらねまたラジエータートラブルとかもろもろたくさんのトラブルが出たおかげでまた完走を果たせず、そして迎えたね2025年なんですけれど、今年ねようやくノントラブルで全ての競技も走破して完走することができました。そんなねミレミリアートの今こうしてワインディングにねこのコリーのインプレッションをするために走ってるんですけれど、さてそんなね何年も戦いを共にした愛機ともいえるこのフィアット1100スポーツコーリーなんですけど、今日はこのねツイスティーなワインディングをね走らせてハンドリングなどインプレッションをしてみたいと思います。まずねエンジンは 1100cc なんですけれど、レーシングチューニングがされていて、キャブレターはねウェーバー2機が装着されて、そしてヘッド周りもね圧縮員が高められ、まあスタンダードのエンジンから比べたらチューニングされてると言えるんですけれど、やはりね現代のエンジンと違いますから、それなりにレスポンスは高められているものの、まあ、十分ねアナログチックなそんなねテイストなんですけど、でもトルクがねすごくあって、このたったね500キロちょっとしかないライトウェイトな車体を引っ張る分にはね十分以上のパワーを発揮してくれて、まあもちろんねもっと大きいエンジン、例えばフェラーリの V12 気筒とかジャガーの直列6気筒とか、そういったねパワフルなエンジンと比べたら若干
アンダーパー否めないところなんですけれど、それでもねこのライトウェイトな車体をね生かして、そしてハイスピードコーナリングもね可能になっているんで、そこはねなるべくコーナーで車速を落とさないで高いスピードを速度を維持してね走ることによって速さを発揮する、そんなねドライビングテクニックを要求される1台になっています。それではね、このフィアット1100スポーツコンリーがどんな走りを見せるのか、ちょっとだんだんとねレースアップしていってみましょう。重動物のエンジンが搭載されているので、フロントの応答性はねとっても素直で、なおかつアンダーステアも出ないですよ。もちろんねクイックかと言われたら全然そんなペースではないんですけれど、でもしっかりとね荷重移動を行ってあげればアンダーステアを出さないで高い車速を保ったままねコーナリングすることが可能で、やはりねこういったね下りになるとそこそこ鋭い加速も発揮してくれるというね。そしてねやはりワインディング走るんで、こういったねブラインドコーナーが多くて、それをね予測しながらドライバーは運転しなければならないんで、ただね車をね正確に操るっていうだけではなく、その状況に合わせてね路面状況も違う、そしてコーナーの R 角も違う、そんな中をねうまく合わせ込みをして速く走らなければいけない、そんなねテクニックを駆使するんですけれど、やっぱりねライトウェイトなんでブレーキはそんなにね強い速度とかは発揮しないんですけども、でもしっかりとねスッと車速を殺せるところなんかはねやはりライトウェイトならではですよね。ノーシンクロなんでシフトアップダウンのために若干ギア乗りはしちゃうんですけど、そこはねダブルクラッチとかね駆使してなるべくスムーズにねアップダウンできるように心がけて運転をしてるんですけど、ですからね最近の新しい車と違ってとにかくねいたわりながら大事にね走らせる、そんなね走らせ方を当然しなければいけないので、でないとね思いっきり乗っちゃうと車が壊れちゃうんじゃなくて人間が壊しちゃうんですよね。そんなところもねクラシックカーのこうドライブするコツの一つなんですけれど、でもアクセルやねブレーキは結構ラフに扱っても大丈夫で、いや今ね下りなんで結構ねいいペースでね下ってきちゃったんですけど、もちろんねパワーステアリングなんかないんで、この大きい台形ステアリングであってもね相当なね腕力が必要とするんで、やはりねそのあたりは形のいいねバケットシートに体をしっかりと変えてもらわないと、コーナーでねグッとこう
ステアリングをね力を入れながら踏ん張ることもなかなか難しくなります。対向車のね人がねみんなホーン鳴らしてね合図してくれるんですよねここがねイタリアやっぱりね人気あるんですよね。でねブレーキはね前後バランスがついてないんですけどすごくねバランスのいい利きをしてくれるんですよね。この辺りはね一回ねメカニックさんにねメカニズムの機構をね聞いてみたいなんて思ってたんですけどね。出やすいんですよね。その辺りはねリアがねどうしても軽いんでちょうどねドライバーシートの真後ろがガソリンタンクがあるんですけれどそこそこねガソリンタンクも高い位置にあってで燃料搭載量もね40リッターちょいしか入れないんですよね。だからねなおさらねそんなねオーバーステアもちょっと出しちゃうそんなハンドリングなんですけど豪快なサウンドとねそしてこのオープンエア低いウィンドスクリーンのおかげでとってもね車というよりはもはやオートバイに乗ってる感覚ですよね。めっちゃくちゃ気持ちいいですよ。そしてね何よりもねこのねトスカーナのね美しい景色の中をね走れる幸せ。今日はねちょっと短いんですけれどフィアット1100スポーツコンリをインプレッションしてみました。もうちょっとね長いワインディングがあればいろいろねお話もできたと思うんですけれど、今日はちょっとね短めなんですがそれでも GoPro 映像からね十分迫力あるね走りを楽しんでいただけたと思います。Taka Yamagishi e Masamitsu Kitadishi con la Fiat, scusate, 508 Barchetta del 1948 questo esemplare. E abbiamo adesso le macchine della Marina Militare, con loro è arrivato anche
Thank you for watching! 今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。また次回もお楽しみに。